タイヤがさもうだいぶちょっと厳しそうな感じはしてます。そうそうあれなんともないもん。いやそれは全然余裕ですよね。まだね、これに多分 MCB またつけたらサードダンパーつけたらもっと良くなります。ああそっか。挙動安定すると思いまつけようか。す。はい、用意しますんで用意しますんでつけようか。用意しますんで。変えてきたのは、まあ、ミシュランのパイロットスポーツ S4 の255、それと円形のホイールに変えてます。サイズが 9J のインセット42、これで今回アタックしてみたいと思います。4スロモーテックでどこまでいけるか、その辺をやってみたいと思います。頑張ります。ミシュランのパイロットスポーツ S4 プラス円形。まあでも本当こうミシュランのパイロットスポーツって扱いやすいよね。素直。フロントでもリアでももうダメっていうところがちゃんとねインフォメーションがある。ミシュランは本当なんか分かりやすいし扱いやすい。いい音だね。4スロは本当いい音するね。普段乗ってたら静かでしょ。だけど全開にすると4スロの音なんだよね。これがいいよね。さあミシュランパイロットスポーツ255、そして円形何秒出ますか。4スロモーテック行ってみたいと思います。頼むよ。KW の足も結構いいんだよね。ほんとしっとりしてる。粘るね。分かりやすい。ほんとミシュラン。めっちゃいい音。タイヤもいいよ。足いいね。タイヤもほんと扱いやすい。
使いやすいね。半端ないわ。足とタイヤの安心感めっちゃあるよ。扱いやすい、本当扱いやすい。動きが分かりやすいんだよね、ミシュランは。いいね。本当運転しやすいよ。楽。ほんと楽だ。サーキット走るにはもうちょっと足を固めた方がいいかな。ちょっと動きすぎてるかな。まあでもほんと分かりやすいな。インフォメーションがしっかりくるタイヤだね。次に何をすべきかっていうのが対処できるんだよね。フロントでもリアでも限界を超えそうだよっていうインフォメーションがちゃんとあるこの車、このタイヤ、使いやすい。本当に摩耗がいいよね。ミシュランは本当に1日走っても家へ帰れるもんね。何秒？どんな感じですか？感じとしてはいいよ。ちょっと柔らかいかな。柔らかい、ロールが大きい。ロールが大きい、結構なんかタイヤがキー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 言ってた感じもするけども、流れるのがそういうのがなくてロールが大きい感じ。ロールが大きいね。ケース、じゃあとりあえずここで、サーダンパーをつけます。了解。はい、一回降りますね。はい、今の感覚でサーダンパーに。了解。後ろがやっぱこう沈むな。調整する。そう立ち上げもフロントね。こんな後ろ動きすぎて。そうなんだよ。足がちょっとやばい。リアが動きすぎる。もともと振動がそんなないからチケットどうなるかですよね。そうなんだよね。オッケー。後ろはオッケー。オッケー。いいですか。はい。お願いします。はい。
さあサードダンパーをつけました。どう変わるか。サードダンパーありなしです。さっきのはなし。今回のはサードダンパーをつけました。どう変わるかだね。旧車だとね、いろんなこう振動が来るんだけど、最近の車ってそんな振動ないでしょ。こうやって乗った感じだと分かんない。AE86 だとね、明らかに良くなったよね。これだと新型86はどうなんだろうね。新型の旧型ですけどよりしっとりしてんのかなこれ。よりしっとりしてる。車が柔らかくなった感じ。なるほど
ね、振動とかそういうのは AE86 ほど感じないんだけど、車が柔らかくなった、ストロークが増えたような気がする。なんだろうね、不思議だね。 AE86、まあ旧車だと振動が明らかになくなったっていうのは分かる。これだとね、そんなに分かんないよね。OK です。どんな感じですかね。なんかね、はい。バネを落としたような感じ、あ、やっぱりあーやっぱりそうだ。やばく感じる、はい。それ用のやっぱセッティングをしてあげた方がいいですね。そうですね。だからサードダンパー入れたら、はい。サードダンパーに合わせた足のセットアップに上げていかないと、やっぱり。はい。さっきよりも動いてるような気がする。なるほどね。なるほどね。ね、思った通りだ。やっぱり。AE と同じですよね。やっぱりもっと硬くした方がいい。そうそうそう、方向性は一緒、全然なんか柔らかいって感じ、本当ですか。だんだん柔らかく。だから例えばサーキットじゃなくて峠とかだったら、これはまたこの柔らかさが乗りやすさにつながるとか、乗り心地が良すぎる。逆に。はいはい。そういうことですね。そうするとやっぱボディ剛性上がったようなイメージになるじゃないですか。うんだから剛性上がればその分サスペンションが捉えられるんで、硬くバネも入れられるじゃないですか。そう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 、こんな感じ。なるほどね。だから前後のバネ上げたいって感じ、はい。見ててそんな感じです。そんな感じです。もう全部がもうむにゃーむにゃーってして。そんな感じ。わかりました。ちょっとやりましょうね。ですね。これはこれ面白い。いや、これで面白いよ、本当に。サードダンパー入れただけで乗り心地が良くなっちゃうんだから、これは面白い。これ街乗りでもうやってみたいですね。この街乗りはいいと思う。いいですよね。多分。街乗りは明らかに良くなる。多分乗り心地はめちゃめちゃ良くなりますね。だけど俺みたいにストリートがメインだけど、たまにサーキット走りたいっていう人がどこまでバネを上げられるかが、そうですね。ね、そういう人たちのためにさ、ちょっとやってみたいね。本来は上げていっちゃうと街乗りがダメになっちゃうんだけど、これつけたら上げても大丈夫だ。大丈夫だと。はい。本当にそんな感じ。レートを上げられるってことですね。そう。これやってみたいね。はい。タイムアップにもちょっとつなげていきたいね。そうやね。ストリートとかもそうだけど、どんどん硬いバネが入れられるようになってくる。そういう感じ。そういう感じですよね。さあ、今までの、僕の FT86 で KW でミシュランの255で仕上げてきましたけれども、サードダンパーを入れたらなんかね、乗り心地が良くなりすぎてる。この KW の足でストリートだけ走るんならすごくいい、しなやかで。だけどサードダンパーを入れたら結構ね、しなやかになりすぎちゃって、サーキットを走るにはちょっとこの足では物足んない。だから乗り心地重視って感じ。サードダンパーを入れたらね、入れないんならこれでいいの。でもサードダンパーを入れたらもっとね、こうバネを上げたいという感じで。という感じですね。ストリートではいいんだけど、サーキット走ると、もうなんかロールが大きい。まあ、あんなサードダンパーで効いてんだね。効いてるみたいですね。ボディ剛性が上がるイメージに近いんですかね。いやだから今までのサードダンパーなしだったらこの KW の足でいいの。だけどサードダンパー入れたらね、なんかロールが大きくて、感じなんですね。なんか物足んないな。タイムを気にしないで走る人にはこのセットでいいの。はいはいはい。だけど大湯とか松田継夫とかいるわけよ。はいはい、いるわけですね。ああいうやつらと戦うにはあとコンマ1秒コンマ2秒欲しいなっていうと、もうちょいバネを上げてビシッとこうシャキッと動く足が欲しい。そうですね。
このダンパー、今まで3つ試していただいてるんですけど、全部基本的にはストリート用ああそっか。で、土屋さんの車がやっぱりストリートメインでサーキットどうかっていうのが大前提だったんですけど、はいはどんどん車の、グレードもアップしてきてるので、うちもちょっとさらにもう一歩上を行った、ね用途の違う上を行ったという意味で、クラブスポーツというおうちょうど先日、面白レンタカーさんの車あでー乗っていただいたあのフィーリングを、硬いけど乗り心地も良くてっていうのはちょっとこのグレードアップにはぴったりかなとそれ行こうよ思うので、それいいと思うんですよ。それ行ってみようよ。多分バネレートも根本は上がるので、オイルからガス圧から全部このストリート用とは変わりますので、あそう。はい、多分今の車の仕様には近い方向に、でもうちょっとタイヤのグリップ上げてももっと対応できると思うので、あそ多分速くなると思う。よし。次はそれでいきましょう。ね。ちょっと考え方変えまして、今まではストリートメインでたまにサーキット走りたいなっていう足を作ってきた。今度は五分五分でいきます。ストリート 50%、サーキットも 50%、KW の史上最強の足入れたいと思います。土屋さんの車もどんどんグレードアップしてきまして、サードさんのボディを補強するようなダンパーとかもつきまして、で、エンジンの方もモーテックやったりいろいろグレードアップしてきまして、サスペンションは基本的には今までずっとストリート用でサーキットはどうかっていうコンセプトのもとやってきたんですけど、サスペンションももう一歩用途のグレードアップという意味でうちのクラブスポーツというダンパーですね、このうちのカテゴリーでいきますと、今までこのストリートパフォーマンスだったんですけど、トラックパフォーマンスの中のクラブスポーツというカテゴリー、決してレーシングサスペンションじゃないけどストリートも走るけどサーキットも走るという方向けの、サスペンションがありますので、今度はこちらを土屋さんの車にはインストールいただいて、よりグレードアップにお付き合いしていきたいと